第113回看護師国家試験解説していきます。今日も前回と同じように領域別キーワードに分けて分析してみました。こちらをご覧ください。前回と同じようにまんべんなく出ています。新たに家族看護という領域を入れてみましたが、家族看護は小児や高齢者など他の領域と被ることが多いので計算には入れず、計77問としています。キーワードがこちらです。前回と同じぐらい出てます。計66問あって、重複あって143問となっております。大体7割ぐらいをカバーしています。領域別に入っていきます。まずは高齢者からです。で、こちら、高齢者の出題キーワード、こちらにまとめてあります。まず疾患は認知症、高血圧、腰椎圧迫骨折、誤嚥性肺炎、変形性関節症、うっ血性心不全、脳梗塞、前立腺がんが出ています。おのおのを見ていくと、認知症は MMSE が出てました。MMSE というのは認知症をスクリーニングする検査で30点満点。28点以上は異常なしで、23点以下は認知症疑いとなります。また今回の試験では出てませんでしたが、一緒に出がちなのが長谷川式の認知症スケール。こちらも同じく30点満点ですが、20点以下が認知症疑いとなります。これが MMSE との違いですね。続いて変形性関節症。体重が増えると膝等の負担も増えるということで、ダイエット等の指導をしていくことになります。脳梗塞に関して尿失禁の分類が出てました。脳梗塞で起きやすいのは切迫性尿失禁です。これは少しの尿でも強い匂いを感じることが特徴です。他の尿失禁についても学習しておきましょう。続いて前立腺がん。基本的には手術療法が適用となりますが、今回の事例では術後の放射線治療や緩和ケアが問題になっていました。続いて品質なのが、高齢者の身体生理的変化、筋力の低下や嚥下困難に関してですね。また、ターミナルケア、終末期のケアで緩和ケア病棟や在宅療養支援診療所、訪問看護等、自宅で療養生活を続けたい患者さんが使える資源が出てきました。支援に関しては薬の飲み忘れで服薬管理が重要になってきます。成人看護に関して疾患は尿管結石、睡眠障害、大腿骨頸部骨折、呼吸器疾患、がんが出てました。尿管結石は穿痛発作が特徴ですね。睡眠障害はこれらが出ていて、ナルコプレシー、睡眠時無呼吸症候群、レム睡眠行動障害、レストレスレッグス症候群が出てきてました。その各々の特徴を書いてみましたのでご確認ください。大腿骨頸部骨折に関しては高齢者に多いんですけど、今回は成人の領域で出てました。ということは、術後の専門や退院支援よりも手術の急性期合併症が問われると考えられます。実際に人工関節置換術の合併症である DVT、それを示す身体所見であるホーマンズ兆候、また脱臼予防の退院についても出てきていました。呼吸器疾患では COPD と肺がんが出ていて、問題となっているのは退院指導、在宅酸素療法と退院後の生活での運動負荷について問題になっていました。また肺がんは胸腔強化肺施設手術の気境リスクについて出ていました。がんに関しては化学療法の副作用と腫瘍による影響、例えば大静脈を圧迫していたり、がん悪液質ですね。がん悪液質に関しては第113回試験では出題ありませんでしたが、品質ですのでこちらに記載しておきます。検査について、心臓カテーテル検査は虚血性心疾患に対して行われることが多くて、緊急度が問われます。膀胱鏡は尿道からカメラを入れる検査です。
呼吸機能検査は1秒率やパーセント肺活量が出てきてました。この辺も勉強しておきましょう。では実際に第113回看護師国家試験の過去問を見ていきます。こちらの問題ご覧ください。こちらは成人女性の右大腿骨頸部骨折に対する右人工股関節置換術の問題ですね。A さんの術後に最も注意すべき所見はどれかということで、先ほどお話ししていたホーマンズ兆候。ホーマンズ兆候は深部静脈血栓症の診断に使われる身体所見です。次の問題です。術後1日。A さんは 39.1 度の発熱。バイタルサインは脈拍だけ少し高くて、SPO2 は通常。その他身体所見は左手の末梢血管内カテーテル主入部に発石、熱感がある。白血球が少し多い。CRP も高い。っていうところですね。A さんの発熱の原因で考えられるのはどれか。2つ選べということで、まず1個ずつ見ていきます。肺炎を見ていくと、SPO2 が低くなかったり、呼吸数も多くないですね。胸部 X 線写真にも異常所見はありません。なので肺炎は×。腎盂腎炎に関しては、クレアチニンや尿素窒素、またその他の尿所見、白血球を認めないというところで考えづらいですね。またこちらの身体所見で腰背部痛なしということなので、腎盂腎炎は考えづらいです。術装部感染。術装部感染、術後1日では考えづらいっていうのと、また術装部の主張、発石、熱感はないということで、術装部の感染も考えづらいです。術後の吸収熱については、手術を受けた患者さんは術後に発熱することがあります。それはだいたい手術後48時間程度まで上がり続けるので、こちらは可能性が高いですね。次のカテーテル関連血流感染症に関して、左手の末梢血管内カテーテル主入部に発石、熱感があるということで、これも可能性が高いです。なので、答えは4番、5番になります。続いての問題です。術後3日、A さんの全身状態は改善し、読書をして過ごしている。A さんの術後合併症を予防する適切な C はどれ？先ほどお話しした通り、こちらに内転、内旋、外旋はダメです。脱臼してしまうので禁忌 C となっています。正解は外転。脱臼予防に必要なのは外転です。なのでこちらの問題の答えは2番外転になります。いかがでしたか？このように国家試験を分析していくと少ない労力で学習が進んでいくと思います。次は週3期看護からやっていきます。チャンネル登録、高評価、コメント、質問等お願いいたします。お疲れ様でした。